った状態で内ももとお尻をしっかり使っていきます。どうも、パーソナルトレーナーのキーパパです。動画を見ていただきありがとうございます。足痩せの情報を配信してますんで、ぜひチャンネル登録と参考になったら高評価もよろしくお願いします。今回はですね、太ももを痩せるために内ももとお尻をしっかり使っていきます。足が太くなってしまう原因は前ももを過剰に使ってしまうっていうのがポイントにもなっていきます。その時に起こるのはですね、内ももが弱い、そしてお尻も弱いっていう状態です。内ももとお尻が弱いので、もう前ももが代わりに頑張ってくれてるっていうのが太ももが張ってしまう原因にもなってくるんですね。内ももとお尻をしっかり起こして、前ももさん少し休んでていいよという状態を作ることによって足痩せをしていく、太ももをほっそりしていくっていうためのエクササイズを行っていきます。エクササイズは全部で5分間です。余裕がある方は2セットやって10分間やっていきましょう。最後まで動画を見ていただくと、今までにないぐらい内ももとお尻をしっかり使うことができて、股関節もたくさん動きますので、足痩せをしやすい状況を作ることができます。もう時間がない方はとにかくこれをやっていただければ大丈夫なので、5分やったのか10分やったのか、ぜひコメントで教えてください。それでは早速一緒にやっていきましょう。それでは行きましょう。足一歩後ろに引いて横に開きます。その状態から内側にねじるようにパンチをしていきます。お尻を後ろに引きながらパンチをしていくと、開いた足が軸足側に近づくことによって軸足側の内ももにキュッと力が入っていきます。膝を前に出すっていうよりも、お尻を後ろに引いていく、そして体を前に倒していくことによって内ももがキュッとなって、そしてお尻もピンと伸びるような感じで内ももとお尻を両方に使えるエクササイズになります。開いた側の足をしっかり軸足側に引き寄せることによって内ももに効いていきます。この時軸足の親指ですね、しっかり床に踏みつけてください。そうすることによって内ももにしっかり力が入っていきます。あとはこれを繰り返し動かしていきます。そしたら反対の足も同じように後ろに引いて開いていきます。パンチするようなイメージで体をねじっていきましょう。ねじることによって膝が軸足に近づいていき、内ももにキュッと力が入っていきます。お尻を後ろに引くことによってお尻の筋肉がしっかり伸びて、お尻も使われていきます。内ももとお尻を同時に使うエクササイズです。ただこの時ですね、小指側に体重かかりすぎてしまうと内ももの力が入ってこないので、しっかり軸足の親指を床に押すようなイメージをしながら行ってみてください。そうすることによって内ももにキュッキュッキュッとですね、力がしっかり入って内ももを使うことができます。さあしっかり内もも、そしてお尻を同時に使いながら追い込んでいきましょう。キュッ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 と、はい OK です。そしたら次の種目に行きましょう。足を開いていきます。四股を踏むんですね。四股を踏んでいきます。しゃがんだ状態から上げて下ろす。そして頭の高さを変えずに横に揃えていきましょう。この動きを繰り返していきます。体を傾けた時に軸足のお尻をしっかり使っていきましょう。そして体を起こさないことによって常に頭の高さを同じに揃えることによってお尻の力がずっと使われている状態、それを継続して行っていきます。軸足のお尻がしっかりキュッと縮まって体重を支えてあげると、その状態をしっかり繰り返しながらお尻の筋肉使っていきましょう。頭の高さを変えずに移動です。この足を引き寄せるときに実は内ももの筋肉も使われていきます。お尻、そして内ももとしっかり使っていきましょう。はい OK です。そしたらこの状態からですね、今度はワイドスクワットを行っていきます。しゃがんで上がる動きをしていきましょう。つま先は45度、そしてつま先よりも膝を開くように意識してみてください。つま先のですね、親指や人差し指よりも膝の位置がしっかり外に開くように、足を外に開く意識を持っていただくとお尻にしっかり力が入っていきます。お尻の位置は太ももが床と平行になるぐらいまでしゃがんでいきましょう。そうすることによって内ももは伸びて
お尻の筋肉がキュッと縮まる感じで内ももとお尻を同時に使っていくエクササイズになります。またひたすら繰り返していきましょう。真下に下げてしまうと膝が前に出ていくので、膝の位置はできるだけ変わらずにお尻の位置を少し後ろに下げていくように意識してみてください。ダウンアップと繰り返します。はい、 OK です。そしたら次のエクササイズはまあまあきついですが、いきましょう。しゃがんだ状態キープしたまま横に移動していく動きをしていきます。片側に体重を乗せていきます。この時ですね、体幹が横に倒れたりできるだけブレたりしないように体の前で合掌を組んでるんですけど、この合掌が床と垂直になるように意識をしながら体重を右左と移動してあげてください。かかとは浮いていただいて大丈夫です。できるだけですね、股関節の周りゴリゴリ使っていきます。内ももをしっかり伸びていくことができます。内ももやももの裏がですね、伸びを感じながら体重移動を左右に、頭が極端に高くなりすぎないようにできるだけ平行移動するような意識で動かしてあげてください。まあまあしんどいですが、もう一息です。もう一息動かしていきましょう。下半身のいいエクササイズになっていきます。はい、 OK です。1セット目終了。これでもう1セットいける方はもう1セットいきましょう。体をねじっていきます。1セットできつい方は無理しないでください。そしたらですね、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえと下にパンチするように体をねじっていきながら、開いた足の膝を軸足に近づけていきます。鼠径部を挟み込むように体をねじっていただくと内ももにしっかり力が入っていきます。軸足の親指をしっかり力を入れないと内ももに力が入ってこないので、軸足の親指はしっかり床を押してあげましょう。体をねじることによって内ももにキュッと、そしてお尻はビヨンとストレッチをかかるような感じで内ももとお尻をしっかり使っていくエクササイズになります。ギュッギュッギュッと、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえと2セット目しんどいと思いますが、さあ足が細くなると思ってもう一踏ん張りしていきましょう。OK、 そしたら反対側です。一歩後ろに引いて足を開いていきます。内側にねじるように下に向かってパンチをしていきましょう。開いた足はつま先から内側にねじるようにしてください。で、足だけではなくてね、骨盤も軽く前に出すようにしていただくと、より鼠径部のところが挟み込むような感じで内ももにギュッと力が入っていきます。軸足は変わらず、軸足はしっかりまっすぐを保ったまま反対側だけねじっていくような意識です。そうすることによって鼠径部を挟み込んでいくような意識ですね。開いた足に体重がずれてしまうと全然効かないので、しっかり軸足に体重を乗せたまま繰り返し行っていきます。ギュッ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 と、さあもう一踏ん張り、内ももの筋肉しっかり使っていきましょう。プラスアルファお尻も使っていきます。はい、 OK です。そしたら次はですね、四股です。四股、お尻の力をしっかり使っていきます。足を上げるときにしっかりですね、お尻の筋肉が使われていきます。余裕があったら上でちょっと止まる意識を持っていただくとお尻の筋肉がギュッと硬くなっていきます。実際こうやって動いてみていただくとお相撲さんの四股がどれだけすごいか実感できると思います。イメージはですね、あそこまで上げてしまうとバランス崩れてしまうので、しっかりお尻の筋肉を使える範囲で体を傾けてあげてください。膝がどんどん前に出てしまうとももの前で入ることになりますので、お尻をしっかり後ろに引いた状態で行うのがポイントになっていきます。さあその状態を繰り返し、上げてお尻を使って、そして足を寄せるときに内ももを使っていきます。さあ繰り返し行っていきましょう。はい、 OK です。さあ次はワイドスクワットです。足を開いた状態でつま先45度、手は胸の前でも腰でもやりやすいところで大丈夫です。その状態からお尻を下ろしていきます。太ももが床と平行になるぐらいまでお尻を下ろしていきましょう。そして膝の位置は親指や人差し指も外を意識しながらしっかり膝を外に開く意識を持ってください。そうすることによってお尻の筋肉がしっかり使われていきます。ダウンアップダウンアップと
さあ僕がちょっとずつお尻の位置が高くなってますが、皆さんもっと下ろしてください。もっと下ろしてしっかりですね、太ももが床と平行になるところまで効かせていきましょう。お尻を少し後ろに引かないと膝が前に出てしまって前ももの運動になりすぎてしまいますので、お尻はしっかり後ろに引く、そして膝の位置は外に開く意識を持っていきましょう。はい、OK です。そしたらですね、しゃがんだ状態でキープしていきます。このまま左右に体重を移動していきましょう。曲げた方の膝ですね、できるだけ正面向くよりも少し外に開くように意識をしてみてください。ただですね、ちょっと内ももの筋肉硬すぎちゃうとどんどん膝が正面に向いてきてしまうんですけど、できるだけ膝は外に開くようにしていただくと両方の内ももしっかり伸びていきます。体重の移動をさせていきましょう。体幹が傾いたりせず、体幹は床と垂直をキープしたまま左右に体重を移動していきます。かかとは浮いていただいて大丈夫です。股関節周りですね、ゴリゴリ動いていきますので、足の動きも良くなっていきます。足痩せ効果も出てきます。もう一息です。もう一息動かしていきましょう。さあしっかり左右に体重を乗せて反対側に移動と、もう一息です。はい、OK です。お疲れ様でした。今日は疲れましたので、ここで終了させていただきます。ぜひ最後まで見た方はコメントで教えてください。ではまた次回動画を上げていきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。